ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。野岩鉄道の川治湯本駅からスタートです。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。駅に着くと栃木のマスコットキャラクターの一つである川治がお出迎え。なお、野岩鉄道は IC カードでの精算には対応していません。別途現金精算が必要です。駅のロータリーにも川治がいました。指さす方向に温泉街があるみたい。川治温泉の開湯は江戸の享保年間で、傷は川治と呼ばれ怪我に対する効能が有名。ロータリーのすぐ近くにイザベラバードの逸話やハインリヒ・フォン・シーボルトの逸話も紹介されていました。川治湯本駅または川治温泉駅からはホテルの送迎バスの無料サービスが利用可能。駅に着いたらホテルへ連絡し駅を伝えると迎えに来てくださいます。南関東からの往復バスも事前の電話予約で利用可能です。バスに乗って約5分程度で本日のホテルに到着しました。今回伊東園の候補がいくつかある中で評判のいいこちらのホテルにしました。川治温泉を楽しめる伊東園ホテルズのホテル一流格本館です。早速中に入ってチェックインしましょう。チェックイン手続き、スタッフの方が丁寧に説明してくださいました。レセプションの近くにアメニティ置き場と浴衣コーナーも。必要な分を持っていきましょう。客室階にやってきました。お部屋へ向かいましょう。今回宿泊する花の館の客室階廊下。アサインいただいた1803号室、花の館の和洋室となります。鍵は差し込むタイプですね。早速鍵を開けて中に入りましょう。お部屋に入りました。見えるとこ全部壁。これは中が楽しみです。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。玄関は土間と上がりかまちがあるタイプ。玄関の右手に下駄箱もありました。集保音も用意されています。長さがあるタイプは嬉しいですね。伊東園ホテルでおなじみ、人生は旅のスリッパ。廊下途中にあるドアは後ほど見るとして、まずは中へ進んでみましょう。花の館和洋室がこちら。手前が和室、奥が洋室となっています。眺望を確認してみましょう。ホテルから見て北東方面の眺望ですね。といってもほぼ緑です。紅葉したら綺麗かも。視線を下に落とすと小鹿川が流れていました。釣りを楽しんでいる人もいました。何が釣れるのかな。窓側から振り返るとこんな感じ。和室スペースには椅子や小さいテーブルが置かれています。タオルハンガーもありました。もう少し背の高いのが欲しいですね。襖を開けるとクローゼットになっていました。斑点がいくつかかかっています。除菌消臭スプレーは清水化。木箱にタオルや手ぬぐい、帯が並べられていました。クローゼットの横に冷蔵庫。中には特に何も入っていませんでした。アイスペール代わりに使ってくださいという容器。なお氷は1杯100円と有料になっています。ベッドは幅90センチメートルくらいのシングルサイズ。ベッドとベッドの間にはスタンドライトが置かれたナイトテーブル。枕は1種類のみ。マットレスはごくごく普通という感じでした。洋室とのスペースはこのように障子戸で仕切ることができます。
次に和室スペースを見ていきましょう。テレビは同志社製。スマートテレビ非対応です。客室内電話機。空調設備はこちら。風量調節のみできるタイプ。ティーコック魔法瓶工業の電気ポットとティッシュボックス。こちらの襖の中は和室スペース用の寝具が入っていました。和室スペース中央にあるローテーブル周りをチェック。背もたれのない座椅子。こちらはロビーから持ってきた浴衣。鍵はこちら。鍵の数は1本だけなので大浴場とかは待ち合わせ必須ですね。今度はこちらを見てみましょう。こちらの箱の中には湯飲みが入っていました。お茶受けと緑茶のティーバッグ。Wi-Fi の接続情報が書かれたこちら。ダウンロードが 8Mbps、アップロードが 10Mbps とかなり遅め。チェックイン時に受け取ったこちら。今回貸し切り風呂の予約ができました。後ほど紹介しますね。夕食券と朝食券。夕食は別注料理も頼んでみました。チェックイン時にも説明いただいた館内の案内。露天風呂は別の旨です。裏面にはホテル内の施設等の案内がまとめられていました。館内は後ほどご紹介しますね。冒頭でスキップした玄関から続く廊下にあるドアの中を見ていきましょう。入ってすぐにあるドアの中はお手洗いとなっていました。コンパクトなスペースとなっています。ペーパーホルダーは2ロールタイプ。小物も置けるタイプですね。お手洗い用スリッパも足元に。今側のドアを開けると水回りがまとめられていました。洗面周りはこんな感じ。きれいにまとめられています。袋に入った洗面用のタオルとパナソニック製のドライヤー。伊藤園でおなじみ新高製のハンドソープ。清浄済みの袋に入ったコップが2つ。浴室も見ていきましょう。まるで家にありそうなスペースですね。シンプルなバスマット。マーユサクラでおなじみフェニックス製のバスアメニティ。ルームツアーは以上です。ホテル内施設の紹介のコーナーです。まずはホテル1階にあるレセプションとエントランスホール。ロビー階にあるコーヒーサービス。時間は限られますがコーヒーやお茶などをいただくことができます。お茶はウーロン茶と紅茶ですね。氷はクーラーボックスにたっぷり入っていました。カップの蓋とかもあるのでテイクアウトもできます。浴衣コーナー。男女とも複数サイズ用意されています。子供用もありますよ。冒頭でも紹介したアメニティのコーナー。レセプションの正面あたりには売店があります。入り口にはお土産ランキングが掲載されていました。いろいろお土産が並んでいました。何を買おうか迷っちゃいますね。今回はこちらを購入しました。温泉まんじゅう元い和菓子大好きなんですよね。とても美味しくいただきました。売店の隣のスペースにはお得な周辺観光チケットの販売情報が載っていたり、伊藤園ホテルズのパンフレットや観光マップが置いてありました。
奥は自動販売機がたくさん並んでいます。自由に使える電子レンジと電気ポット、ソフトドリンクやアイスの自動販売機、値段は良心的。コカ・コーラ系の自動販売機も、コーラゼロも並べてほしいな。お酒の自動販売機も、カップ麺があるのも嬉しいですよね。軽食の自動販売機も、近くに何もないので小腹が空いても安心。割り箸もバッチリ用意されています。レセプションのある花の館から柳の館側に向かうとロビースペースが、スロープもあるので車椅子などの利用者も安心ですね。ホテルに関する情報が掲載されたインフォメーションボード、ロビーの奥にはマッサージチェアも2台ありました。10分200円と有料となっています。休憩どころや喫煙室もあるみたいです。喫煙室はこちら。製氷機もこちらにありました。こちらが休憩どころ。小上がりになっていて畳が敷かれた空間となっています。ロビーから進んだところにカラオケルームがあります。共用で利用するタイプのカラオケルーム。貸し切り専用のカラオケルームは2室ありました。無料で事前予約不可、当日レセプションにて予約必須となります。花の館の3階には卓球ルームもあります。こちらも無料で事前予約不可、当日予約必須となります。花の館の3階には麻雀ルームもあります。こちらも無料で予約については卓球ルームと同様となります。同じフロアにビリヤードルームもあります。こちらも無料で予約については他の無料施設と同様となります。花の館の2階にゲームコーナーもありました。 UFO キャッチャーや太鼓の達人などのゲームが並んでいました。お菓子のクレーンゲームで遊んでみました。結果はご覧の通り、ちっとも取れませんでした。さて、皆さんが気になる温泉を紹介していきます。柳の館5階には露天風呂があります。男女それぞれ入り口にのれんがかかっています。中の様子は公式サイトの写真でご紹介いたします。こちらは脱衣所ですね。1枚目が男性用だったかと思います。脱衣かごの数が多くないので混雑時は待たないといけないかも。こちらが露天風呂。眼下に小鹿川が流れています。洗い場はありませんのでご注意を。そして花の館の高層階にある展望台浴場。女湯が11階、男湯が12階となっています。こちらは脱衣所。窓が大きいことで脱衣所も開放感があります。露天風呂と比較しても広さがありました。洗い場、特についたて等はないので隣の方が気になったりするかも。浴槽がこちら。展望風呂らしい、とても開けた感じになっています。そして貸し切り風呂にやってきました。全部で2つあり、どちらも無料です。予約時間になったらレセプションで鍵を受け取り、レセプション横のエレベーターで11階に上がることで利用が可能です。こちらが脱衣所。洗濯かごとテーブルがあるだけのシンプルさ。浴室内の様子。シャワーはありますが洗うことはできませんのでご注意。浴槽内は大人2人でいっぱいになる感じです。宿泊当日の13時からレセプションで予約受付なので、利用したい方は早めの到着必須です。
夕食の時間となりました。今回チェックイン時点で3部制となっていました。花の館2階にあるバイキング会場慶長殿でいただきます。別注料理がある場合指定席となっていました。以前紹介した熱海金城館と同じくらいバイキング会場が広いです。早速並んでいるお食事を紹介していきます。まずは人気もあったこちらのお刺身盛り合わせから。甘エビ、サーモン、ビンチョウマグロ、高野豆腐の含めにカレイの南蛮漬け、小松菜のごま昆布あえ、枝豆、きゅうりとキムチの和え物、明太子の冷製パスタ、お寿司。まずはイカから。小肌、サーモン、エビ、ししゃも焼き、チャーハン、八宝菜、麻婆豆腐、さつまいもの天ぷら、舞茸の天ぷら、日光湯葉を使った生湯葉のお吸い物、岩下の新生姜を使ったフリッター、秋鮭のフライ、ナス、レンコン、しいたけのフライ。こちらはグルメフェアの爆弾きのこメンチ。フライ用のデミソースやポン酢、タルタルソース、たこ焼き、鶏の唐揚げ、ポークシチュー、タンドリーチキン、サラダのコーナー、オニオンスライスが個人的お気に入り。ドレッシングはごま醤油とサウザンの2種類。茶碗蒸し、栃木の牛乳を使ったミルクチーズプリン、ロールケーキ、ティラミスのカットケーキ、プチシュークリーム、フルーツのコーナー。まずはライチ、パイナップル、白飯、つぼ漬け、青かっぱ、福神漬け、カレーとお味噌汁、そば、そばつゆ、ネギ、七味唐辛子、天かす、ラーメンとラーメンスープ、地酒コーナー。日本酒が2種類ありました。熱燗機なんてものもありました。グラスもキンキンに冷えてやがる。生ビールサーバー、サワーやハイボールのサーバー、ピッチャーに入った梅酒もありました。アイスキャンディー、お茶類やお水のドリンクサーバー、ソフトクリームサーバー、アイスコーヒーやソフトドリンクサーバー。席に戻ってきて、こちらは別注料理。ナス三元豚のしゃぶしゃぶ、1人分で税込み880円です。お食事いろいろ持ってきました。伊藤園のいつものラインナップという感じですね。
冷凍食品っぽい感じですが、個人的には好きです。グルメフェアのフライ系もデミソースでがっつりと。お蕎麦も持ってきました。サラダももりもりです。しゃぶしゃぶ鍋、グツグツしてきました。豚肉を取ってお湯にくぐらせましょう。これ見てるだけでお腹空いてきちゃいますね。早く食べたい。出来上がり。お値段の割に結構美味しかったです。ラーメンとパイナップルも持ってきました。カレーも少量ながらいただきました。ついついたくさん食べちゃいました。ごちそうさまでした。おはようございます。朝食です。夕食と同じバイキング会場で、夕食と同じく3部制となっていました。自分たちは7時40分から8時30分の第2部にしました。夕食も別注料理がない場合は自由席でしたが、朝食も同様に自由席でした。早速お料理を見ていきましょう。まずは味のり。焼きのりじゃないの嬉しいです。ボロニアソーセージ、刻みオクラ、なめだけ、松前漬け、粗挽きウインナー、ポテトのにんにくバター醤油、ごま昆布、田舎煮、ひじき煮、いくらでも食べたい、きんぴらごぼう、切り干し大根に温泉卵、納豆、あんかけ肉団子、卵焼き、湯豆腐、さば焼き、左右どちらも同じでした。白身フライ、フライドポテト、ヨーグルト、トロピカルフルーツ。ヨーグルトと混ぜるのが個人的に好きです。グレープフルーツ、コーンフレーク、パンもありました。こちらはハイガロール。食パン、ハーフサイズなのありがたいですね。ジャムやバターも並んでいました。ジャムはブルーベリーとストロベリー。コーンスープ、サラダのコーナー。マカロニサラダ以外は一緒ですね。ポークシューマイ。シューマイ美味しいですよね。おかゆと各種トッピング。うどんとうどんのつゆ。白飯、つぼ漬け、青かっぱ。お味噌汁。牛乳、栃木産じゃないのね。ソフトドリンクとソフトクリームのサーバー。いろいろお料理を持ってきました。朝は控えめに。伊藤園の朝食は基本的にどこも同じかと思います。個人的にはサラダ、肉団子、煮物、納豆は欠かせません。お食事中のカードを裏返しにしてごちそうさまでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。
一流格本館いかがでしたか？久しぶりの伊東園ホテルズでの宿泊でしたが、静かにゆったり過ごすことができ、県内の有名スポットである鬼怒川や日光とは違った時間を過ごせました。伊東園ホテルズならではのコスパの良さもとても良かったです。さて、気になる料金の発表と言いたいところですが、今回の宿泊は伊東園ホテルズが実施している YouTube 投稿応援キャンペーンでいただいた宿泊ギフト券2枚を利用した宿泊となっております。皆様にたくさんご視聴いただいたおかげでリーズナブルな宿泊ができました。いつもご視聴ご愛顧いただきありがとうございます。なお、宿泊ギフト券に差額上乗せして花の館となっております。差額は入湯税込みで1名あたり1250円でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。